全階級で体重差のハンデがない場合、誰が最強であるかを指す称号であるパウンド・フォー・パウンド。前回は日本人に限定した歴代のパウンド・フォー・パウンドランキングを作成しましたが、今回は全世界のボクサーを対象とした歴代パウンド・フォー・パウンドランキングを作成しました。階級以外にも時代の技術レベルの違いのハンデも考慮したのランキングとなります。なおパウンド・フォー・パウンドの起源であるシュガーレイ・ロビンソンは殿堂入りとし、古すぎる選手は比較が難しく、1960年以前に活躍した選手は対象外としました。果たして井上尚弥選手のランクインはあるのでしょうか。10位、ジェームズ・トニー、生年月日1968年8月24日。ジェームズ・トニーは92戦77勝、10敗3引き分け2無効試合、ミドル級、スーパーミドル級、クルーザー級の3階級王者です。マイナー団体ではありますが、ヘビー級でも世界王者になっています。WBA で一時的にヘビー級王者になりましたが、これは後ほど解説します。トニーは歴代パウンド・フォー・パウンドランキングではあまり名が上がらない選手かもしれませんが、卓越したボクシングセンスを持っていて、なんといってもディフェンスセンスは歴代でも随一ではないでしょうか。L 字ガードの構えからショルダーロールで相手のパンチをいなすのが本当に得意な選手でした。フットワークよりも柔らかいボディーワークでパンチをかわすタイプで、スウェーで引きつけての右アッパーやストレートは芸術的でした。そのスキルはメイウェザーにも影響を与えたのではないかと言われています。相手のジャブの軌道をパーリングでずらし、カウンターを決めるという技を使ったりしていました。1991年に IBF 世界ミドル級王者になり6回防衛。1993年には IBF 世界スーパーミドル級王座を獲得し、2階級制覇を達成。トニーのキャリアのハイライトともいえるこの試合は、3階級王者のアイラン・バークレーが相手でした。バークレーはハンズに2度勝ったことのある名チャンピオンです。そんなバークレー相手にトニーは一方的な試合を展開します。バークレーのパンチをいなし、的確にカウンターやコンビネーションを当て続けます。バークレーのパンチはことごとく空を切るが、トニーのパンチは面白いように当たる。まさにボクシングの基本である打たせずに打つを具現化した試合でした。ラウンドを重ねるうちにバークレーの顔はみるみる腫れ上がり、9ラウンド終了。バークレーの棄権によりトニーの TKO 勝利で幕を閉じました。その後は1994年に歴史的な名ボクサーロイン・ジョーンズ・ジュニアに負けるまで46戦無敗という記録を残しました。なおこの試合でトニーは減量がうまくいかず、計量直前まで利尿剤や下剤を摂取し、コンディションは最悪だったと語っています。この辺りまでがトニーの全盛期だったのではないでしょうか。以降トニーは階級をライトヘビー級に上げ、マイナー団体での試合を繰り返します。2003年には IBF 世界クルーザー級タイトルマッチでオリンピック金メダル獲得経験のあるワシリー・ジロフに判定勝ちで3階級制覇を達成。同年ヘビー級に階級を上げ、名ボクサーイベンダー・ホリフィールドに9ラウンド TKO 勝ちします。2005年には WBA 世界ヘビー級タイトルマッチでジョン・ルイスに判定勝ちしますが、試合後にトニーのドーピングが発覚し剥奪されています。2017年に引退。なんと42歳まで現役を続けました。トニーは天才型と言われ、もともと運動神経が良く、アメフトで大学からスカウトされるほどでした。しかし練習嫌いが有名で調子にムラのある選手でした。たらればになりますが、ロイ・ジョーンズ戦もきちんと減量していればもっといい試合になったのではないかと思います。26歳から35歳というボクサーとして一番重要な時期にマイナー団体で試合をしていたのが悔やまれます。卓越したボクシングセンスを評価したのランクインとなりました。9位、フリオ・セサール・チャベス、生年月日1962年7月12日。チャベスはスーパーフェザー級、ライト級、スーパーライト級の3階級制覇王者、最高連続防衛12回、累計防衛28回です。そのうちライト級は WBA、WBC、スーパーライト級は WBC、IBF で獲得。スーパーフェザー級は9連続防衛、スーパーライト級は12連続防衛、90戦無敗、89連勝という凄まじい記録を持っています。しかもその90戦はダウンなしというものでした。チャベスはスピードはありませんでしたが、異常な打たれ強さとスタミナを生かし、ガンガン前に出てプレッシャーをかける選手でした。
このようなファイトスタイルで90戦ダウンなしというのはありえませんね。打たれ強さやスタミナも凄まじいですが、テクニックも素晴らしい選手でした。フットワークやヘッドロールでのディフェンス、カウンター、レバーブローも上手い選手で、それでガンガン前に来るのですから、相手としてはとても厄介だったでしょう。ハイライトは1987年のエドウィン・ロサリオとの2階級制覇をかけた試合です。ロサリオは後の2階級制覇王者の強敵です。チャベスはダッキングで距離を詰め、レバーブローやオーバーハンドでプレッシャーをかけ続けます。ロサリオのパンチをダッキングやロープワークでかわし、多少の被弾はものともせず、頭をつけてガシガシ打ち続けました。次第にロサリオの目は腫れ上がり、11ラウンドチャベスの TKO 勝利となりました。この試合はチャベスのディフェンス、タフネス、圧力などチャベスの強さがよく現れた試合でした。ロサリオ、ラミレス、カマチョなど強敵に勝利、ウィテカーに引き分け防衛した点、複数階級制覇、90戦無敗の実績、打たれ強さとスタミナはもちろん、それだけに頼らないテクニックを評価しました。8位、ロベルト・デュラン。生年月日、1951年6月16日。デュランはライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級の4階級制覇王者です。特にライト級での強さは別格で、71勝1敗という戦績で、WBA ライト級王座を12度防衛しました。その防衛の中には、日本でおなじみのガッツ石松さんもおり、歴代のライト級ボクサーでも最強として名が上がる選手です。石の拳と呼ばれる強打を武器に、アグレッシブで闘争心あふれるファイトスタイルで KO の山を築き上げました。レナード、ハンズ、ハグラーらともに黄金の中量級四天王と呼ばれ、80年代の中量級を盛り上げました。強打にばかり目が行きがちですが、ディフェンスやテクニックもあり、インファイトながら相手のパンチを外すのが得意な選手でした。ライト級時代はレイ・ランプキンなどの実力者を相手に11連続 KO を含む11度の防衛、初黒星を喫したエステバン・デ・ヘッスに12ラウンド TKO でリベンジを果たし、WBA、WBC 統一王者となります。ハイライトは1980年のシュガーレイ・レナード戦でしょう。黄金の中量級四天王の一人、レナードが四天王の中で負けたことのある選手はデュランのみです。デュランが WBC のウェルター級タイトルをかけて挑んだこの試合、リーチ差は20センチでデュランが短く、下馬評ではテクニックやスピードでレナード有利だったこの試合は、デュランがレナードのスピードについていき、プレッシャーをかけていきます。2ラウンドに左フック、4ラウンドに右ストレートなど時折ビッグパンチをヒットさせ、レナードをぐらつかせます。多少被弾しても打ち合いでは打ち勝つなど、レナードを圧倒。3-0 の判定勝利を収めました。その後、レナードに負け、ハンズやハグラーにも負けを喫しますが、デュランは四天王の中では小柄で、ライト級がベストな階級であったことを考えると不利であったとは思います。戦績、ライト級での圧倒的な強さ、パンチ力だけに頼らないテクニック、闘争心の強さ、レナードに勝利した点を評価しました。7位、マービン・ハグラー。生年月日、1954年5月23日。ハグラーは12連続防衛の元 WBC、WBA、IBF、3団体統一世界ミドル級王者です。12連続防衛のうち 11KO です。当時は WBO という団体はなく、この3つがメジャー団体だったため、全団体統一王者になります。ハグラーはもっと上の順位だろうと思う方も多いかもしれません。ミドル級では歴代最強との呼び声も高く、7位にするのがもったいない選手です。当時同じく黄金の中量級と呼ばれていたレナード、デュラン、ハンズのような派手な言動は好まず、現役時代は酒やタバコはもちろん、菓子やコーヒーすら口にしないストイックな生活を送っていました。無駄のないボディ、そのキャラクターも個人的に非常に好きな選手です。ハグラーの強さを一言で表すのは非常に難しいです。右利きのサウスポーであるコンバーテッドサウスポーで、両手から放たれるパンチは強力で、テクニック、パワー、スタミナ、打たれ強さ、メンタル、抜けがなく、全てのボクシングスキルがハイレベルです。一度だけダウンを喫したことがありますが、本人はスリップと言っています。ハグラーは比較的早いキャリアで2敗しましたが、それ以降はレナードに負けるまで
36連勝1分けでした。その1引き分けは1979年 WBA、WBC 世界ミドル級王者ビト・アンツ・ホルモとの世界初挑戦によるものでした。翌年1980年には同王者アラン・ミンターに3ラウンド1分45秒 TKO 勝ちで WBA、WBC 世界ミドル級王者となりました。1981年にはアンツ・ホルモに4ラウンド終了時棄権による TKO 勝ちで雪辱を果たしています。その後1983年にウィルフード・サイピオンに KO で勝利し IBF 世界ミドル級王座を獲得、3団体統一王者となります。当時ライバルだったデュランに判定勝ち、ハンズに3ラウンド KO 勝ちを収めます。ハンズ戦は壮絶な打ち合いでした。レナードには判定 2-1 で敗れましたが、この3人は歴代パウンド・フォー・パウンドでも名が上がるほどの名選手で、そのうち2人に勝利したことは評価されるべきでしょう。この4人が同じ年代に近い階級にいたという贅沢な時代でした。レナードとの試合では、レナード陣営はリングの広さ、グローブの大きさ、ラウンド数の変更を要求。ハグラーにとって不利な条件でしたが、ハグラーはしぶしぶ受け入れた形でした。レナードの判定に納得いかなかったのか、ハグラーはこの試合で引退を決めました。当時32歳、まだまだ活躍できたと思いますが、その潔さもハグラーらしいのではないでしょうか。層の厚いミドル級で全団体統一王者、ランキング1位やチャンピオン、強敵相手に12連続防衛 11KO、全てがハイレベルなボクシングスキルを評価しました。番外編。ここで番外編として、今回ランキングを対象外とした1960年以前に活躍したレジェンドボクサーたちを紹介します。シュガーレイ・ロビンソン、生年月日1921年5月3日。ロビンソンはパウンド・フォー・パウンドの起源と言われている2階級制覇王者です。1940年代半ばにおいて、すでに現代のボクシング技術と比しても遜色のないリズミカルなフットワークやジャブ、左フックのダブル、トリプルコンビネーションなどを当然のように駆使した技術的先進性、モハメド・アリやシュガーレイ・レナードの先駆けともいえる華やかなボクシングスタイルとスター性、そして同時代を生きた強豪とことごとくグローブを交え、そのほとんどを打ち破り、歴史に残る数々の名勝負、芸術的ノックアウトシーンを実現した圧倒的実力、いずれをとっても史上屈指の万能な存在であり、後世の名選手たちに多大な影響を与えました。ジョー・ルイス、1914年5月13日。ジョー・ルイスは8階級しかなく、団体も一つだった時代にヘビー級王座を25回連続防衛、11年間守り続けた選手です。この記録は今も破られていません。パワーだけでなく、正確でキレのあるパンチで69勝 55KO 3敗の戦績を残しました。ロッキー・マルシアノ、生年月日1923年9月1日。ロッキー・マルシアノは49戦49勝 43KO 無敗の戦績で、ヘビー級では唯一無敗のまま引退した王者です。その勝利の中には先ほど紹介したジョー・ルイスからの勝利も含まれます。現代ならウェルター級で戦っていたであろう小さな体格ながら強力なパンチを持った選手でした。6位、シュガーレイ・レナード。レナードはウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級、スーパーミドル級、ライトヘビー級の元5階級制覇王者です。うちウェルター級は WBA、WBC 統一王者で、オリンピックでは金メダルを獲得しています。なおスーパーミドル級とライトヘビー級の2階級については、ライトヘビー級王者のラロンデをスーパーミドル級まで体重を落とさせてのスーパーミドル級王座決定戦に、ラロンデの持つライトヘビー級王座もかけられるという極めて異例の試合だったので、通常の5階級の価値とは異なるかもしれません。レナードはウェルター級歴代最速とも言われるスピードで、フットワーク、ラッシュのハンドスピードは凄まじいものがありました。スピードとテクニックは黄金の中量級四天王の中でも随一だったと思います。また四天王の中で全員に勝ったことのある選手です。デュランには一度判定で敗れますが、半年後すぐに再戦。
アウトボクシングでデュランにリードし続け8ラウンド、デュランがノーマスと試合放棄、レナードの TKO 勝利となりました。当時無敗のハンズとは WBA、WBC ウレター級王座統一戦、13ラウンドまでリードを許したレナードですが、13ラウンドにロープに押し込みダウンを奪い、14ラウンドにラッシュによる TKO で逆転勝利します。その後、モーマ・カクリーより引退しますが、5年後に復帰。長いブランクの後に選んだ相手は、あのハグラーでした。前年にハグラーの試合を解説していたレナードは勝てると確信し、復活を決意したのでした。僅差の判定勝ちで WBC 世界ミドル級王座を獲得しました。諸説あるとは思いますが、5階級制覇や黄金の中量級四天王に勝利したこと、当時圧倒的なスピードとテクニックを持ったボクシングスキルを評価してのランクインとなりました。いかがでしたでしょうか。次回後編は5位から1のランキングを発表します。ぜひ皆さんの考えるパウンド・フォー・パウンドランキングもコメントで教えてください。